こんにちは、うりうりばあちゃんでございます。今日は自分探しの旅第1部ですよ。来年70になるから、それまでのこの前からね、自分探しの旅を始めたわけでナンバーワンになります。それからね、はい、では始めます。またちょっとこれ書いて、私は人付き合いが苦手だって前から言ってますよ。すごいおしゃべりじゃないですか。人と話すのも好きなんだけど、だから人付き合いが苦手だっていうよりも、正確に言えば苦手な人がたくさんいるというのが正しいのかなと思う。誰にでも攻撃的な人っているでしょ。世の中いろんなタイプの人がいるから、そういう人はみんなに攻撃的なんだからしょうがないんだけど、その人だけに攻撃的な人っているじゃないですか。こう見てても、なんでこの人その人ばっかりに辛く当たるんだろうっていうことってあるでしょ。たまたまそれが自分で当たったら嫌だよね。だけど誰にでも攻撃的な場合はいいけど、自分にだけそんなのってちょっと、そういうのが一番辛くないですか？私は辛かった。そういうのって相性が悪いっていうことになるのかもしれないけど、そうだよね。その人と私の相性が悪いっていうわけよ。でね、私はね、50代の時に誰にも攻撃的な人は私にも攻撃的。もうそういう人ってなんかすごくない？パワーがみなぎってるっていうか、誰にでも攻撃的な人のパワーってすごいと思う。こりゃしんどいぞ。そういうのと、私にだけ攻撃的な人、この2つのパターンにね、次々に遭遇したわけですよ。で、私がまたちょっと生意気だから余計やり返されるっていうのもあるかもしれんけど、大変だった。そういう辛い人に対してはどう対処すればいいのかっていう本がすごい出てて、っていうことはやっぱりそれで悩んでる人がすごく多いんだろう。だけどそんな本読んで解決するかしなかった。はい。そしてうまくいかないわけだわな。それでもともと酒飲みだからお酒好きなのよ。生まれた時から血筋なんだろうね。父ちゃんちも母ちゃんちもすごいのんべの家系で、ちっちゃい時からもう甘酒作ってもらえたりとか、とにかくお酒のつくものを作ってもらえる。だけど子供だからアルコール飛ばしてあるんだけど、それでも嬉しくてね、風邪ひいたりすると卵だけ作ってくれるのが嬉しくて、風邪がひきたくてしょうがなかったような感じだけど、毎日そのストレスがなくても飲んでたわけ。毎日365日ほとんど飲んでた。うんと二日酔いした日は次の日は飲まんかったかもしらんけど、若い頃なんか本当に浴びるっていうぐらい飲んでたし、でだんだん酒量が少なくなって、でも結構飲んでた。ビール飲んでお酒飲んで、夜になるともうご飯食べる時からずっと寝るまで飲んでるわけ。これが止まらないのよ。だから早く寝るようにしてたの。起きてりゃ起きてる分飲むから、もうだんだん弱くなってきと、63、2、3でやめたんだけど、もうだいぶ経つね。63歳から YouTube 始めて2年ぐらい、今3、4年前やめてね。なんでだけど、だんだん弱くなって、飲む量が少なくなってって、ちょっと飲みすぎただけで二日酔いみたいな感じになるわけ。昔はこのぐらいの量飲んで、今までだったら次の日が二日酔いみたいにならなくていつも普通だったのに、なんでこんなぐらいの量でこんななるんだろうとは思ってたけど、もうだんだん体がお酒ダメになってたんだろうね。ダメになるっていうかね、体が年を取って、でそうこうしてるうちに、これ前も話したけど、夜中におトイレに何度も起きるようになって、で最後に3、4回起きてたんかな。ほいで最後にもうね、あんまり寝れないじゃんね、おトイレばっかり行ってると。で起きてもうフラフラして、でもトイレ行かなきゃと思った時によてよてって倒れそうになって、これはもういかんと思って、その時からきっぱりお酒をやめたわけ。前も何回かやめようと思ったんだけど、その時はまだあるからお酒が、いやこれ飲んだらやめよう、明日やめようとか言うから、その時はねもうきっぱりまだあったけど、もう全部料理酒にしてきっぱり飲まなくなった。でも
断酒じゃないんだよ。まあ例えば家族みんなで楽しくとか、誰かと会ってお酒を飲むとか、そういう時は飲むよ。そりゃ美味しいね。暑い時とかにカーッと飲むビールとか、暑くなくても美味しいけど、一杯目に美味しいとかって思うけど、でも一人で飲むのはやめた。そんなだったんだけど、そのストレスから逃げるためもあったかもしらんけど、まあ前から飲んでたけど、だけど前からそうなんだけど、夜ずっとお酒飲んでるから歯には悪いよね、糖分だから。と思うよ。私歯に悪かったと思う。お酒のせいだもあると思うよ。歯がだんだん悪くなったのはね。それから50代ずっとだよな。後の辺からだけど歯ぎしりを始めたわけで、最初はずっと気づいてなかったんだよね、歯ぎしり。でもなんかいつからか夜中にギーってしてるような気がして、私歯ぎしりしてると思ったんだけど、その歯ぎしりが歯にすごい悪いっていうのにそんなに気づいてなかったわけ。そうだけど歯医者は言ってたの。私歯あんまり丈夫じゃなかったから、その歯ぎしりとかする前までは私ね、すっごい歯並びが良くて、で歯ぎしりで 1,2 ミリね減った上下とも剣士みたいなあれもなくなった。ギリこうとんがってるのも平らになって、で平らになってまたもっとね少なくなって、あんまり気にしてなかった。気づいた時にこんな減ってるって思ったんだよね。それで歯並びもね悪くなった。すごくガタガタになったの。こう出たり入ったりで本当に。だから綺麗な歯並びしててよく褒められたの。その時はそうも思わなかったんだけど、だからね60代になってからだよね。もうこれはひどいやと思って。でだんだんどんどん悪くなってくるの。で歯ぎしりは始めるはいろいろあって大変だったけど、その大変な時にそういう状態を知ってる人に相談したら、そういうのはねまず根回しをするんだよって言われたわけ。私は人付き合いはしたくない、人と合わせるのは無理。小学校のずっと協調性がないってずっと書いてあったんだから。協調性なんて言葉、私小学校の時にそんな難しい低学年の時から知ってたんだよ。すごいと思う。協調性なんてね、そんなに低学年の子が知る言葉じゃないような気がするんだけど、だからずっと書いてあったから知ってるのよ。だからね、やればできるって書いてあった。でやればできるっていうのはお父さんが小学校の先生だった人が言ってた。書くことがなければ書くらしいんだけど、多分 ADHD 関係あるかどうかわからんけど、やらないよね ADHD の人って。多分素質はあるんだと思う。能力ばっかり自分で言うの昔でやらないんだよあんまり勉強しないタイプなのような気がする。好きなことはするんだけどね、やればできると協調性がないっていうのいつも書いてあったね。まあそんなわけで、その根回しをしろって言われたんだけど、私はもともとがね人の中に絡んでいるとかもする気一切なかったし、政治家みたいじゃん根回しなんて。そんな人を使うとかね、なんかこうぐちゃぐちゃ人の中入るとかそんな気はないし、みんなをまとめてこれを成し遂げるんだみたいな気もないし、根回しは私の人生にはないと思ってたらそう言われてと思ったんだけど、やっぱできんわ私ね。その人はそう言った。容量良さそうなんだよ。私も容量いいかなと思うんだけど、いいところはいいのよ。だけどそういう人の中のこういうのだと容量悪いんだな。まあそんなこんながあって、50代っていうか頃はね本当に大変だった。私は人に頼れないタイプなの。可愛くないし人に頼りたくないっていうか頼れないんだね。私にだけ辛い人もね、他の人はねうまいこと持ち上げて頼って、そうやってる人に対してはすごい可愛がってなんだらかんだらしたりするのよね、その人も。だけど私は頼らないから、可愛くないから余計当たられるのかもしれないけど、だからうまく立ち回れないんだね。そんなよ、どこ行ってもなんか私テント立てててもとか思いも自分でやろうと思って頑張るんだ。私自分で全部やるとどうしてもダメな時はこっちからお願いしますって言うけど、そうじゃなくても女の人が一人でやってると手伝うよとか言ってみんなねそこ行ってバーッと集まって、私にはそういうのがないの。手伝ってもらえないタイプなんだよ。だからしょうがないからもうちょっと手伝ってとか言うんだけど、どうしてもの時はね、そうじゃなきゃ自分でねなんとか一人でできることはなんとかするタイプなの。
これが ADHD の特性じゃないかと思うよ。うまく立ち回れないとかね、人の中でどうにかできないとか、あの頃のことを思い返すとね、本当に大変な毎日だったわけですよ。そう思うよ。 ADHD という特性が関係するんだと思う。この性格はそうです。私でできてるものはね、もう ADHD が大半でできてる。大半って言うと変だけど、 ADHD の土台の上に何かが積み上がってるような性格だと思う。そういうのでうまく立ち回れなかったんだろうし、だから歯がねガタガタになったのもそういうせいだと思うわけよ。それで私は来年の60代までの期間を、でその次もあるよ、あの時の苦しかった思い出をマイナスのイメージとして、この性格ね ADHD 君と一緒に背負って生きていきたくないんだよ。私にも問題はあったと思うよ。いっぱいいっぱいあったことはあったと思う。あったっていうか、まあそれだったかもしれない。他の人には優しかったりするわけだから、ねやってとかって言ってれば、どれどれとか言ってねやってくれたりするわけだから、そういうのができない私には、でもそれは私だけじゃなくて相手方にも問題があったと思うわけ。またはお互いの誤解っていうこともあるかもしれないと思うよ。だけどどっちにしても歯並びが悪くなってすり減った歯を見るたびに、あの時の一つずつがね脳裏をよぎるわけよ。あれがなかったら私は綺麗な歯並びだった、こんなガタガタになっちゃって思うわけよ。私はプラス思考の人間なんですよ。何でもいいように考えたいと思うんだけどこのガタガタの歯並びだけはプラスにはねできない。どうやってもできない。こんな歯並びになってあんなに苦労したから、私はこれからも頑張ろう、その苦労を糧にガタ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 頑張ろうとは思えない。だからそれをね直して元のようにしてプラスの考え方にするしかないなと思うの。だからもう嫌じゃん、そのニッと笑うたびにガタガタしてたら、あれだとかって思いたくないでしょ。あの時のことをなかったことにしたいわけじゃないんだけど、なかったことにはできないと思うよ。だけどそんなこともあったねって言って大きな口開けてプラスの思い出として乗り越えていきたいと思うわけですよ。だからどうしてもねこの前の状態に戻したいの。前のまるっきり前の状態にはならないと思うけど、年のせいでも歯並びとか悪くなるっていうし、歯もねいろいろあるっていうから、だから若い頃と同じように大きくて綺麗な歯にはならないかもしれないけど、歯並びは直したいわけよ。ガタガタになったのは歯ぎしりしたりいろんなせいだから、そう思って近所の矯正を行ったら、私ねこの下の歯も一つ引っ込んじゃったの。下の歯はこっちの歯が引っ込んだから下の歯もつられて引っ込んだって言われたけど、それは今の矯正の先生に言われたんだけど、とにかく近所に行ったら出っ歯になるって言われたので、下の歯はできないって言われたの。だけど私はなんか部分矯正になるみたいなの、全部じゃなくて出っ歯になったんじゃ前と違うからまた方向性が違ってくるじゃないですか。そうはなりたくないなと思って、そしたらまた違う人生でしょ。違う人生って言ったらおかしいけど、なんか違うような気がして、で下の歯はできないって言われて、下の方結構私気になって悶々としてたわけ。そうなんだ、出っ歯になりたくないしなとかいろいろ思ってて、そう思ってるうちにも短時間の間に気のせいかもしれんけど歯並びがどんどん悪くなるような気がするわけ。歯ブラシだってうまくできないでしょ、ガタガタしてたら。そしたら引っ込んでる歯は磨けないから汚くなるし、そういろいろあるじゃないですか。でちゃんと噛めないと健康に悪いとかあるし、大事にしなかった私も悪いんだけど、セラミックにかぶせてもらったりすれば見た目はいいのかもしれないけど、歯を削るっていうのはあんまり良くないっていうから、そういうのはしたくないなと。しょうがなく削る時ってあるよね。私たちいっぱい削ってかぶせてる歯あるから。それでとにかく悶々
としてたんだけど、できないんだと思って、どうしようと思って、そしてた時に西荻のグランチェっていう歯医者さんに行った。それはねスーパーエナメルっていうやつで、歯を削らなくてここにかぶせるのがあるって言われて、そんなのあるんでちょっとお話聞きに行こうと思って行ったの。そこの先生っていうのがすごく小柄な人な、私みたいな小柄な人なのよ。だけどね、体の中にパワーがみなぎって詰まってるような人で、姉御肌の先生、本当何でも任せなさいみたいな感じの先生なの。この先生が矯正歯科のね職人みたいな人なのよ、私のイメージで。そんな感じの人だった。私ねいいとこ行き着いたなと思って、そしたらその先生、出っ歯なんかならないって言って任せなさいみたいな感じ、職人みたいな先生ですごい頼りになる感じなのよ。全てお任せでやってもらうことにしました。で、私の矯正 ADHD 君との自分探しの旅の一つ目がこれで始まったんです。今ねやってるの。この先生は本当は近ければワイヤーでやった方が私のやつは良かったらしいんだけど、遠いから西荻だからね、であんまり通えないからインピライザーにしましょうっていうことになって、インピライザーやってんだけど、こんな感じで今やってる上だけ、下はねなんかちょっともう一回作り直すっていうんで、あと1ヶ月後に行った時に下も入れるんだけど、今は上だけやってるんだけど、で10日ずつで変えるんだよ。それを今やってます。だから私の矯正、これもね自分探しの旅の一つだと思うの。あの時の嫌な思い出をプラスの思い出にして、もっともっと前へ行こうと思うわけです。私の矯正は ADHD 君と一緒に自分探しの旅の一つ目が昨日もらってきたの。だから昨日から始まりました。10日経ったらまたこれ変える。痛くないんだよ全然。なんか痛いとか言ってる人いたじゃん。痛くないしあんまり目立たないよ。私ってねずーっとなんか食べるタイプだったから、それがちょっとね食べるのがあんまりできない。外して食べなきゃいけない。外すのもね結構簡単にポチンと外れて、食べたら歯磨いてまたポチンって入れればいいだけで楽だね。私は部分矯正っていうやつだと思うの。ようわからんけど、だから抜いたりする人とまた違うかもしらんし、痛いっていう人いたじゃん。痛くない。昨日これやったまま寝たけど平気だったよ。今自分探しの旅の一つ目が始まりましたって言ったけど、一と最初の自分探しの旅の始まりは、今考えてみると私が何歳、19か20歳ぐらいの時かな、東京へ出てきた時から始まったんだと思うの。私って本にも書いたんだよ。ちょびっとだけずっと家にいて、ここにいちゃいけないと思ったのよ。ぬるいところにいたら自分がダメになるっていうのもおかしいけど、とにかくここにいないで私は私を見つけるんだと思った。それこそ自分探しの旅よ。私はこれからどうやって生きるかを素の自分になって、誰も知らないとこで自分を見つけていこうと思ったのよ。本当の自分探しの旅はその時から始まったのよ。前もってもう一回東京行って3畳一間、トイレも全部共同のとこ見つけたのよ。1階で阿佐ヶ谷のもう駅のホームの音も聞こえるとこで、こっち側からは飲んで帰る人か行く人か知らんけど、そんなのが行き交いしてるようなとこで、だからどっちからもすごいうるさいとこ。その時ね電車、寝台列車っていうのがあったの。夜乗って朝東京に着くっちゅうやつで、その3段の一番上だったような気がするんだよね。もう2段目だってもね怖くてね、降りるのが怖いのよ。でそこに書体道具を全部持ってるわけだから、すごい荷物なのよ。その寝台の上に積んで、でちょびっとよ。でもね、だからお茶碗と箸と鍋となんかテレビかなんかも持ってたような気がするな。そんな感じで降りようと思ったらね、降りるのが大変で、その荷物も全部下ろさなきゃいけないでしょ。で高いとこ私苦手な、登るのとそう大したことないんだよね。で降りるのがね怖かったね。とにかく降りて、それから田の底まで重かった。って大変だな
一人で誰か手伝ってくれんかなと思ったけど、誰も手伝ってくれないで、でついてね、誰も行けって言ったわけじゃないんだから、寂しいも何もないんだけど、でも寂しかったし、本当に天涯孤独のような感じがした。もう何にもない、ただ一人、そういうど真ん中っていうかね、そんなとこだから人はうじゃうじゃいるんだよ。東京駅で降りた後だってすっごい人がいるんだけど、もう私には一切関わりのない人たちだから何でもないのよ。だからみんなマネキンみたいな感じ、ぬいぐるみとかマネキンうじゃ歩いてる人は本当にもう自分だけ、砂漠の中に一人でいるのと同じみたいな感じだった。音もすごいするんだけど、私と一切関係のない音なわけで、あの風景、私ってなんかイメージが出るタイプなんだね。こう戸がいっぱいあったね。吐き出し窓っていうの、長い戸があって、そんなとこだから余計音も聞こえてくるけど、そこで3畳だけ狭いとこだよ、音がいっぱい聞こえて、私ってなんでここにいるんだろうなと、寂しいなと、なんでこんなとこ来たんだろうとかって思った。本当に毎日涙がいっぱい出て、私ここにいますよって大きな声を張り上げたかった。ここ私ここにいるんだよ、おーいって感じで、3畳一間でそんな大きな声出したら人がびっくりするからね、何も言えないけど、心の中でそういう声を張り上げたかったけど、もしも万が一張り上げたとしても知らない人たちだから、何こいつ頭おかしいんじゃないのって思われると思うけど、誰かがそこに行けと言ったわけでもないし、出て行けって言われたわけでもないし、私は一人になって自分探しを、その時自分探しと思ったかどうかわからんけど、でもそういうことよね。自分探しの旅に出ようって思ったってことだと思うんだけど、自分を自分で追い込んだのか、励ましてもっと行けって言ったんかわからんけど、どっちにしてもそう自分で作った境遇だから、帰っていくとこはないのよ。親にも反対されたんだけど、行くって言って、親もねすごい寂しかったし、東京なんか女の子一人で行ってどうなるんだろうとかってすごい心配でしょうがなかったと思うけど、でも私は行くって言って、私は山口弁で電気な子なわけ。こいつは電気じゃけ何言ってもしょうがないわいう感じなんよね。じゃけしょうがないわけよ。親もねよう生かしてくれたちゅうか、それ何にも言えんわけで、お父ちゃんずっと反対しよったけど、お母ちゃん生かしちゃろう、笑うて見送っちゃろうって言うて、何をどこでどうするとかも決まってないような、でも一応決めてないといけんじゃろうと思って、なんかここで働くとかなんか言うたような気もするけど、家には帰れないし、友達っていうのもね別に東京にいるわけないし、知り合いも一切いないから、そこから私は一人を作っていくしかなかったんだけど、私は生きていく意味を見つけるための自分探しの旅がその時から始まったんです。だから親とか今までいた友達とか関係なく、何にもいないとこで素の自分になってね、そこから自分を見つけるための自分探しを始めようと思ったのよ。あの時の寂しさはあったんだけど、本当に寂しかった。もう全身寂しさの塊みたいだったけど、それからいろんなことがあって、その寂しさを克服できたんだろうね。で今気づいてみると、私はやっぱり今一人でいるんだけど、一切寂しくないんだよね。もう本当に強がりじゃなくて、毎日が楽しいし寂しくないのよ。楽しいの、毎日が。その楽しいっていうだけでね、ひょっとしたらだけど、いやこれはこじつけかもしらんけど、私が寂しくないのは、その東京出た時も ADHD 君はいたんだろうけど、私はその時は ADHD 君の認識があんまりなかったっちゃなかったけど、でも最近までなかったんだけど、いやなんかわからんけど、とにかく寂しくない要因の一つは ADHD 君と一緒にいるかしたかもななんて思うんだけど、その時もいたよね。いいじゃん、こじつけにしてくれる。いやだけど ADHD 君の存在っていうのは私にとっては、いや
そりゃ慌てんぼうでおっちょこちょいでなくすし壊すし怪我もさせてくれるし、いらんことも言うたりとかね、いろいろあって大変な相棒だけど、でも今思えばね、結構可愛いやつかもなって思うわけ。最近だよね、 ADHD 君の存在を意識するようになったのは。それからはなんか可愛いやつのような気もしてきた。大変だよ。はあ、ない、まあ、いつもやってんだよ。ないでさ、ちょっとねお手伝いに来てくれる子がいたりするんだけど、ちょっとないからって言うと、ないの本当にとかって探すんだよ。ないんだよ。でひょっとしたらこれじゃないと、それとかっていう時あるんだけど、どっかにはあるんだけどないのよ。であれがあれば5000円助かるのになと思ってずっとなくて、チュクってなってたら、その締め切りが終わった途端にここにあるとかって出てきたり、そんなのばそういう大変なやつだけど、この ADHD 君のことを考えるようになったら相棒のような気がしてきたわけ。相棒なんだよね。でもね、本当に生まれた時からずっと一緒にいるんだもん。ちっとは大変なやつだけど、きっと結構可愛いやつなんじゃないかと最近思ってきた。でよ、今考えてみたら、最初に一人で東京へ行こうって言って誘ったんだって、こいつなんだよこの ADHD が誘ったんだよ、私に。行こうとか言って、まあそれで私もまんまと尻馬に乗ってしまったんだけど、そしてよ、古い田舎屋に一人で住むことになったんだって。ADHD が誘ったんだよ、こいつが。そしてまた私もまんまと尻馬に乗ってしまったのよ。何回もこいつにね誘われては拒むこともなくやってるんだな自分探しの旅をしようって誘ってくるんだね、きっとこいつ。まあいいじゃん。じゃなくてもよ、そういう ADHD とかいない人もよ、なんか相棒見つけて。でもまあ ADHD がいなくてもでもいるんだけど、これからも私は自分探しの旅を続けます。人生は自分探しの旅だと思います。それは見つかるかどうかはわからないと思う。だけどずっと探していこうと思う。私の旅はずっと続きます。だからとっても楽しくて忙しくて、私の人生は終わりはないと思う。ずっと自分探しの旅を続けます。相対的に年寄りの方が早く終わるかもしれないけど、人生はね、だけど明日何があるか若い人だってわからないでしょ。そうじゃなくても長くてもで、無駄にずっと長く過ごしてたんじゃ同じことだと思うから、楽しく納得がいくように毎日を過ごしましょう。私はそうやって毎日を送っていきたいと思います。それでまあこの矯正の話に戻るんだけど、多くの人は年寄りのくせに、若い人ならこれから恋愛もしたりとかいろいろあるからね、やってもいいけど、年寄りが何のためにするんだっていう人が多いんだよ。だからそれはお金持ちならいいけど、私みたいなね、お金もないようなのが無理してお金作ってなんで矯正するのっていう人はね多い。で私が矯正するとかでまあ大体私の懐事情してなんでとかって言うわけ。でもよ、あと何年あるかわからない人生ってことは、あと何年あるかわからないけど、そこが終わったら私の人生って終わりなわけじゃないですか。だから私にとってはかけがえのない後の人生なわけ。私にとっては大切な一度きりの人生でしょ。それが終わったらもう終わりなんだもん。みんなそうだと思うよ。若い人だってなんだってかけがえのない人生でしょ。あと何年あろうとなかろうと、そのかけがえの人生を楽しく生きたいでしょ。それじゃなきゃ人生じゃないと思う。楽しくなかったら生きてる価値がないような気がする。私はね、私にとってはよ。だから他の人は知らない。そうしたらまた矯正ね、ニコッと笑えない。私は今思い出すから、笑うたんびにこの歯は時の辛い思い出だと思いたくないでしょ。だからニコッと楽しく大きな顔して
大きな顔で大きな口が開けて笑いたいんだよ。楽しく楽しくかけがえのない人生を送っていきたいと思います。いつもね、私ってね、もうババアのくせに青臭いこと言うなんていつも言われるかもしれないんだけど、瞬間瞬間を大切に生きたいと思ってます。だからもうずっと自分探しで、これからも自分探しを続けていきたいし、楽しい人生を一生懸命送っていきたいと思います。で、自分探しの旅第1弾、歯の矯正を始め、第1弾じゃないけど、70になるまでの自分探しの旅、またその後も自分探しの旅は続くんだけど、 ADHD 君と一緒に楽しく旅を続けたいと思いますというわけです。まだこれね、今ね始まったばかりだからね、下はまだやってないし、今ではなっとこうじゃあ皆さんもぜひ楽しい人生を送ってください。自分探しをしましょう。またね。そうだ、もしこの動画が良いと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。うりうりばあちゃんの楽しい田舎暮らしでした。はい、また。